誰もが羨む結婚だと結婚式の招待客たちは思いました。花婿はオルフェウス、偉大な詩人で音楽家です。花嫁はエウリュディケ、火の精です。誰もが認める純粋に深く愛し合うカップルでした。突然エウリュディケはよろめくと地面に倒れました。オルフェウスが駆け寄った時にはもう息を引き取っていて、彼女を噛んだ毒蛇が滑るようにして茂みの中へ逃げていきました。エウリュディケの葬式が終わり、この世にいては抑えられない悲しみに襲われたオルフェウスは、愛する人を助け出すため死者の世界へ行くことに決めました。そこは生きて帰った者がいない場所です。黄泉の国の入り口にたどり着くと、オルフェスは盾事を鳴らし始めました。音楽のあまりの美しさに三つ頭の番犬ケルベロスは寝ついてしまい、オルフェウスを通しました。死者の魂を運ぶ役目を担うスティックス川の渡し森カロンは、音楽に感動し渡し賃を要求することなくオルフェウスを乗せていきました。死者の世界の王と女王であるハデスとペルセポネの宮殿にたどり着くと、彼は歌い始めました。エウリュディケへの愛を歌い、彼女はあまりにも早く亡くなったと訴えました。すべての命あるものとたがわず、いずれ彼女が死者の世界で永遠に暮らす日が来るのなら、ハデス様、もう何年か地上の世界で生きることをお許しいただけませんか。オルフェウスが歌い終えた時、黄泉の国中が静まり返っていました。シーシュポスは丘の上へと岩を転がす作業をやめ、タンタロスは飲むことを禁じられた水に手を出そうともせず、凶暴な復讐の女神エリーニュスたちでさえ涙を流していました。ハデスとペルセポネはオルフェウスの願いを聞き入れましたが、一つの条件をつけました。黄泉の国から登って帰る時に後ろについてくるエウリュディケを決して振り返ってはならず、もし振り向いたら彼女が死者の世界から永遠に戻ることはないと。オルフェウスは登り始めました。一歩進むごとにエウリュディケがいるのかどうかますます心配になってきました。気配がなく足音さえしません。ついに黄泉の国から脱する直前、眩しい日の光が見えた時、彼は誘惑に負けてしまいました。オルフェウスは黄泉の国へ戻ろうとしましたが許されませんでした。エウリュディケと離れ離れになったオルフェウスはもう他の女性を愛さないと誓い、その代わりに木立に座り恋人たちの歌を歌いました。ゼウスの命により神々に酒を運ぶ美少年ガニュメデス、父親を愛したがゆえに罰せられたミュラー、象牙に彫った理想の女性が生を与えられるまでヴィーナスに乗ったピグマリオン、そして愛する美少年アドーニスをイノシシに殺されたヴィーナス。まるでオルフェウス自身の愛と悲しみが彼に神々や人々の心を覗かせたかのようでした。しかしある者たちには死だけでは十分でありませんでした。マイナデスという荒くれ女たちは、かくも美しく愛を歌う詩人が自分たちを愛さないということに我慢がなりませんでした。彼女たちの妬みは怒りを呼び、哀れなオルフェウスを殺めたのです。自然の歌い手である鳥たちはオルフェウスの死を嘆き悲しみ、川はせせらぎの音楽で嘆きを表しました。この世から2つの偉大な魂が消えました。オルフェウスとエウリュディケはお互いを深く愛し合っていたため、引き裂かれたオルフェウスにはあらゆる恋人たちの痛みと喜びが分かり、そして恋愛史という新しい芸術が誕生したのです。この世が嘆いている一方、オルフェウスは黄泉の国で安らぎと伴侶を見つけました。そこで彼は今もなおスティックス川の畔をエウリュディケと共に歩いています。時には横に並んで、時には彼女が先導し、時には彼がリードして好きなだけ振り向いています。TED-ED は質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パットレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。